こんにちはレイムです。こんにちはマリサです。ゆっくりしていってね。この動画では品質管理検定試験、QC 検定試験の QC7 つ道具1、種類、名称、使用の目的、活用のポイントについて説明します。ここは、品質管理の手法の項目です。最後まで見てね。QC7 つ道具は知ってますか？はい。重点思考で、パレート図が出てきましたね。この動画では、QC7 つ道具の種類、名称、使用の目的について説明します。はい、よろしくお願いします。品質管理では、データを収集し、分析の目的に合わせてデータを処理し、そこから情報を引き出します。品質管理は、データ分析をよくしますね。データの処理方法には、基礎的な手法で役に立つものも数多くあります。品質管理で活用されて効果の高い手法を、QC7 つ道具、と呼んでいます。データの処理で、基礎的な手法で役に立つのが、QC7 つ道具、なんだ。QC7 つ道具を用いて改善を行うには、活用の目的を理解することが必要です。QC7 つ道具は、主に数値を扱うものが中心の手法です。数値によらない言語データを扱う手法として、新 QC7 つ道具がありますが、4級の範囲外なので、ここでは省略します。QC7 つ道具として選ばれた手法は、パレート図、特性要因図、ヒストグラム、グラフ管理図、チェックシート、散布図、送別の7つです。グラフ管理図は一緒にして、送別を加えて、QC7 つ道具なんですね。ここでは、これらの手法について、日本工業規格、JIS などに書かれている定義を引用して、その後に、個別に例を交えた説明をします。はい、よろしくお願いします。パレート図。項目別に送別して、出現頻度の大きさの順に並べるとともに、累積はを示した図。問題を発見するツールとして使用します。問題の原因を把握したい時のツールとして使用します。対策の効果確認をするツールとして使用します。パレート図は項目別に送別して、出現頻度の大きさの順に並べて、累積はを示した図で、問題の原因を把握や対策の効果確認したい時のツールですね。特性要因図。特定の結果、特性、と要因との関係を系統的に表した図。問題の原因を把握したい時のツールとして使用します。特性要因図は、特定の結果と要因との関係を系統的に表した図で、問題の原因を把握したい時のツールですね。ヒストグラム。測定値の存在する範囲をいくつかの区間に分けた場合、各区間を底辺とし、その区間に属する測定値の度数に比例する面積を持つ長方形を並べた図。問題の原因を把握したい時のツールとして使用します。ヒストグラムは、測定値の範囲をいくつかの区間に分けて、各区間を底辺とし、その区間の測定値の度数に比例する面積を持つ長方形を並べた図で、問題の原因を把握したい時のツールですね。グラフ。データの大きさを図形で表し、視覚に訴えたり、データの大きさの変化を示したりして理解しやすくした図。問題を発見するツールとして使用します。対策後、問題が解消したことを確認するツールとして使用します。グラフは、データの大きさを図形で表し、データの大きさの変化を示して理解しやすくした図で、問題を発見したり、対策後の効果確認するツールですね。管理図。連続した観測値または群のある統計量の値を、通常は時間順またはサンプル番号順に打点した、上側管理限界線、及び下側管理限界線を持つ図。問題を発見するツールとして使用します。対策後、問題が解消したことを確認するツールとして使用します。管理図は、連続した観測値または群のある統計量の値を、時間順またはサンプル番号順に打点した、
上側管理限界線、及び下側管理限界線を持つ図で、問題を発見したり、対策後、問題が解消したことを確認するツールですね。チェックシート。係数データを収集する際に、分類項目のどこに集中しているかを見やすくした表または図。事実確認や、項目別の情報を簡単に取得するツール。チェックシートは、係数データを収集する際に、分類項目のどこに集中しているかを見やすくした表または図で、事実確認や、項目別の情報を簡単に取得するツールですね。散布図。二つの特性を横軸、X と縦軸、Y に取り、観測値を打点して作るグラフ。対策後、問題が解消したことを確認するツールとして使用します。散布図は、二つの特性を横軸、X と縦軸、Y に取り、観測値を打点して作るグラフで、対策後、問題が解消したことを確認するツールですね。層別、母集団をいくつかの層に分割することを言います。層は部分母集団の一種で、相互に共通部分を持たず、それぞれの層を合わせたものが母集団に一致します。はい、よくわかりました。でも、QC7 つ道具はツールが7つもあり、名前を覚えるのが大変ですね。簡単に覚える方法はないですか？所長は、樋口散波特艦層別に、と覚えたらしいですよ。それは、何ですか？ヒストグラム、グラフ、チェックリスト、散布図、パレート図、特性要因図、管理図、層別の初めの言葉をつなげて、樋口散波特艦層別に、だそうです。かなり無理やりですが、何もないよりマシですね。余談ですが、所長の経験から、QC7 つ道具の目的で、問題の発見や原因の把握をする系ツール、パレート図、ヒストグラム、グラフ管理図、散布図は、特性要因図を除いて、効果の確認用のツールにもなります。対策を打って、問題の発見がないことや、原因がなくなったことが確認できるツールは、対策効果の確認用としても使えると考えられるからです。QC7 つ道具の目的については参考書により少しずつ違う場合があります。これは参考書を書かれた時に、想定された事例が業界や経験が異なるためと思います。検定試験では、試験問題を見て判断する必要があるかもしれません。はい、ありがとうございます。この動画の後に、QC7 つ道具に、パレート図、特性要因図、ヒストグラムの動画が続きであります。この動画はこれで終わりです。レイムでした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。